はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は釣り船の鬼締めの西田さんとコラボさせていただくことになりました。よろしくお願いします。はじめまして、魚釣り船鬼締めの西田店長です。今回は、先ほど西田さんの方で家庭用の研ぎ方の動画撮ったんですけど、それの続きみたいな感じになります。で、やることとしましては、こちらの出刃包丁ですね、これを研がさせていただきます。はい、お願いします。ありがとうございます。これ魚をね、さばき出した頃に、はい、師匠から初めてこれでさばいてみろって言われて渡された包丁でずっと使ってたんですよ。はい、で釣り船始める時も YouTube 始める時もこれ使ってて、使い倒してちょっとだけ短くなったんで、次の包丁に移ったんですよね。あ、そうなんですね。そのタイミングで親父がもうちょっと長いのくれたんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。じゃあ本当に使いまくった包丁です。使いまくってる感が出てます。まくってます。背中も叩きまくってるんでね、これがやっぱかっこいいですね。で、今回はこれを研いでその後にプレゼントされるんですか？プレゼントしましょう。僕が使ったのと亮太くんが研いだので、もうスペシャルコラボで、また応募方法とかはこの後も西田さんの方の動画撮るんですけど、そちらでお伝えすると思いますんで、ぜひ西田さんの動画を見てみてください。はい、楽しみに。研げるんですか？こんなに錆びて。研げます。全然研げます。錆びはちょっと穴が残るかなと思うんですけど、深い錆びがどうしても包丁の中に侵食するので、それは残るかと思うんですけど、全然切れ味よくということはできますんで、楽しみやな。めちゃめちゃ楽しみ。じゃあ早速やっていきましょう。今回は、ちょっと型場の研ぎ方のレクチャーも備えた動画になってますんで、西田さんにはこちらの柳刃研いでいただいて、僕はこっちの出刃研ぎます。で、同じ型場包丁なので、型場の研ぎ方みたいな感じで動画を作っていきたいと思います。お願いします。これも今全然切れなくなってきてるやつなんで。ではですね、まず、今結構消耗している状態なので荒砥石からいきたいと思います。はい、荒砥石。はい、で今回は荒中仕上げっていう感じで、荒砥石スタートの仕上げ砥石終わりで研いでいきます。はい、なんですけど、こっちの包丁結構錆が多いので、まずこの錆を落としていきます。錆を落とすのはこちらですね、錆取る。こういうのがあるんですね。錆取り用の消しゴムになっています。こんな感じのがあって、こっちが粗めでこっちが中め。錆取るってね、錆取るやんみたいな大阪弁で言ったらもういいか。はい、すいません。で粗さが違って、砥石と同じような感じでこっちの方が粗い研磨剤が入ってる感じですね。まずこいずれ錆を落としていきます。錆を落とすのはこの消しゴムで、消しゴムみたいに磨くだけですね。めっちゃ取れる。これを持っとかなあかんな。今まで何で錆やってたんですか？今まで跳ねた足でグワーってバーッとやって、でもう研いで、また使って、で水槽とかあったりするんで、魚屋さん。なのでなんぼ綺麗に研いでもすぐ錆びちゃうんで。なるほど。なのでストイックに錆を取るっていうことをあんましてなかったんですよ。それよりも15本金に研いでいって常に切れる、刃だけ切れたいわみたいな、そんな感じでやってたんで。なるほど、切れ味のメンテナンスの方が頻繁にしてたって感じですね。そうなんですよ。軽くこの部分だけめちゃめちゃもう新品に近づいた。すごい。これがあれか、侵食してる錆か。そうです。残ってるのが深く入ってる錆ですね。錆通るなのでこの部分はもうちょっと磨いただけでもこんな感じで光沢出るんで、ギリギリ顔ちょっと映ってんもん。ではちょっとこれを全体的にやっていきます。なかなか錆出ますね。やっぱりそれでもめちゃめちゃ綺麗になっていくわ。やっぱ揚げんのやめようかな。見入ってしまう。ありがとうございます。包丁研ぎの中ではこれが一番変化あるんで、まだ見てても面白いですね。それ以外は何が変わってってるか本人しか分からへんもんな。そうですね。これでざっと磨いて中身まで当てていきますね。さっきより細かくなるんで、もうちょっと表面が綺麗になります。錆ドール持ってないですか？持ってないですね。これじゃあプレゼントします。いいんですか？使ってください、ぜひ。やったー。錆トールいただきました。ではここからが砥石の作業ですね。ではまず荒砥石ですね。ちょっと同じ番手がないので、僕の方をこちら240番の GC 系の荒砥石ですね。でこっちが300番の荒砥石です。砥石は普段どんなやつ使われるんですか？キングの2000番しか使ってないですね。2000番なんですね。2000番って
定番で売ってるやつ2000番っすよね。まあ800、1000、1200もあります。あ、1200や。1200。あ、そうなんですよ。その200や、記憶があった。それぐらいあんまりこう何か分かってないっていうか、だから魚屋に勤めてる時にその番手しかなくて、これだけで研いだらええやんけって言われてたから、もうその癖がついてるんで。なるほど。その1200だけで終わるって感じですか？それで終わります。もう仕上げ砥石とかも使わずにその仕上げちゃうと、ほんまにもうバコバコ叩いて何匹もさばくんで、もう速攻でこう刃がかけたりするんで。なるほど。だから結構強めに尖らずにこんな感じで研ぎまくって、どんどんみたいな。なるほど。どんどん研いでってみたいな、そんな感じでやってました。刺身とかはあんまり？刺身引きます。刺身引くのも同じ一緒で。そうなんですね。もうずっとこれでやってて。まあ確かに長砥石でやる方の方が多いですね、料理人さんも。その辺がちょっとわからないんで、今日はお勉強に来ました。ありがとうございます、はい、今回片刃の研ぎ方なので右利き用の包丁になります。で、ここに切り刃っていうのがあって、まずはこの切り刃をしっかり研いで刃先の厚みを調整していきます。で、切り刃研いで刃先の厚み調整終わったら、さっき三徳包丁の研ぎ方の時も言ったんですけど、刃先を研ぎます。で、今回こちら片刃なので、片刃も両刃も基本的には刃先は30度にしないと切れ味が出ないんですね。で、両刃の場合は15度15度で研いで30度にしてたんですけど、片刃の場合は30度0度で研いで30度にします。何を言ってるかというと、まずこの切り刃をベタ研ぎで普通に研ぎます。はい、荒砥石、中砥石。これ今このベタ研ぎの状態だと、出刃とかだと16度とか17度のものが多いんですけど、そのぐらいの刃先の角度にしかならないので、最後30度ぐらい立ててあげる必要があります。で、この縦で研ぐやつが小刃付けっていう研ぎ方なんですけど、切り刃研ぐベタ研ぎと小刃を研ぐ小刃付けっていう2種類をやっていく感じですね。ではまずはベタ研ぎから。包丁の持ち方はこの指3本で包丁のハンドルの部分を持ってもらって、で親指ここら辺で、人差し指はこの自然と持てるところぐらいですね。はい、で砥石の当てる向きは45度ぐらいの向きで構えていただきます。で、切り刃研ぐときは基本的にこの切り刃をベタッと当てたらいいんですけど、1個だけ気にしておいた方がいいポイントがありまして、それがひねりっていうものになります。ひねり、ちょっとこれ新品じゃないんであれなんですけど、今この柳だとちょっとこれで例えば申し訳ないですけど、こっち広がっててこっち狭いじゃないですか。これひねりついてない状態です。要はこっちもこっちも同じ角度で研ぐとこうなるんですけど、最初刺身包丁ってこの幅と同じぐらい幅があったかなと思うんですけど、ここの切り刃のここら辺が新品の、普通の柳があったら、この幅と同じ幅でここもほんまやあるんですね。ほんまや。で、これがこことここ同じ角度で研ぐとだんだんここが狭くなってって、こっちに近づいてくるっていう感じになるんですけど、それがなんでかっていうと、和包丁っていうのはこの根元の方が厚くて先端の方が薄くなっていくテーパー状の構造をしているんですね。この背の部分が、なので厚みがどんどん薄くなっていきます。で、厚みが薄くなっていくんですけど、その厚みに合わせて角度を調整しないと、こうなるんですね。ほんまよ、全然違う。こっち小指も入れへん。これがテーパーがあることによって同じ角度で研いじゃうとこうなるんですけど、じゃあどうしたらいいかっていうのが、切り刃が例えばここの角度が16度ぐらいだったら、こっちを14度ぐらいで研ぐっていう感じです。その幅を広げるイメージなんですね。刺身引く時もこっちの方が薄くなるんで切り抜きが良くなります。おー、確かにほんまや。で、刺身じゃなくて、こういう薄刃、こういう釜薄刃とか薄刃包丁っていうのは、こっち鋭角でこっち鈍角になってくると、押し切りした時に食材が離れていくんです、なので押し切りもしやすくなります。このテーパーひねりがあることによって。おもろ。ありがとうございます。おもろ、なるほどな。なので和包丁、特に片刃の包丁ですね、研ぐ時はひねりを結構意識してあげるのが大事になってきます。そうか。で、これでやってたら終わらないので、ちょっと一緒にやっていきます。すいません。待ってました。荒砥石でやる作業をちょっと短縮して僕がやってくるんで、その後の作業から同じような感じでやっていきましょう。わかりました。です。瞬間移動。
元戻んかよって感じですよ。いやもうえぐいねんけど。いやこれなんかもうしかもこの叩いた後残ってんのが余計よくないですか。そうやな、ね、これ逆に言ったら俺の痕跡これしかないフルリメイクよし、じゃあ行きましょう。ということで、下の円筒でですね形修正してきましたんで、ここからちょっと研ぎ方をもう一度お伝えしながらいきたいと思います。ではですね、今この刃元から切っ先にかけてひねり、こっち鈍角でこっち鋭角にいい感じになっていますので、それに合わせて研いでいきましょう。はい、めちゃめちゃ綺麗になった。そこからさらに綺麗にしていくと、下のが400番の粗さのやつなので、こいつで1000番の粗さのものに変えていきます。でまず刃元の方左手置いていきます。でひねりの付け方で左手置く位置でひねりの付け方をいい感じにできるんですけど、左手の置く位置をこの刃先の方に持ってくると角度が立ちやすいです。で逆にしのぎの方に持っていくと角度が寝やすいので、それを利用してひねりつけていきます。でどういうことかというと、この刃元の方を研ぐときは気持ち刃先の方に持ってきて、でこの切っ先の方ですね、この先端の方行くときはこのしのぎの方に指を持っていきます。なるほど。そうすると結構自然にひねりがつくので、めっちゃ浅なってる。さっきと全然ちゃう砥石に縦に当てて、でここを押さえた時とここを押さえた時で角度がこんな感じで変わるんですけど、これがひねりです。でさっきはここを押さえてもここを押さえても同じ角度だったっていう感じですね。一生がええねやと思ってたわ、今まで。それが先ほどお伝えした、切れ味の部分に関係してくるので、なんでそのイメージを覚えてて、その感じで切りペタッと当てて、この指置く位置ずらしながら研ぐのが大事になってきます。終わりました。じゃあ刃元からいきましょう。で当たっているところ確認して、このしのぎから先まで。ここ当たってない。ここもっと押さえなあかんってこと。そうですね、ひねりが、こことここで角度がこうなってるんで、そうですね、もうちょいこのここ当たってない。押さえていただいてで右手の力抜くのがコツです。はい。おっと。でまんべんなくこの切り刃見ながらムラなく当てていくっていう作業になります。はい。左手もずらしながらいきましょう。はい。先生もうおかしいですか？そうですね、多分砥石の角が右手に力入ってるからか、多分こうやった時にここの角が、それかこれ。こっちにちょっと力が入る。なるほど。なるべく右手の力抜いて、この押さえた感じでこのままスライドできるような感じです。であと難しいのはやっぱここら辺ですかね。そこ難しいです。先っぽここ研ぐときはやっぱり不安定。そうですよね、右手の力抜いて、こっちの押さえる力で基本的に研ぐんですけど、軽くこれを持ち上げます、こっちに。そうすると先が当たりやすいです。これまだまだ研いでいくんですか？目安的には全部この研ぎ目にできたらなんですけど、この色に他のなんか粗い目がなくなったら OK です。ちょっとできたなって思ったら一回ストップしましょうか。これ仕上げてしまいます。はい、で研げたらこんな感じになります。きれっ。こんな。でもマシ、いい感じですね。こんな感じで全体的にこうなんていうんですかね、霞仕上げっぽくできると一番いいんですけど、ここ当たってないですよね。そうですね、やっぱりそのひねりの方が難しいかもしれないですね、慣れのまでは。すげえ、全然ちゃう。もういじくりたくない。それで OK のやつですね。なんでこの今のやつだとひれ、こういうとこを鳴らしていく感じですね。右手の力抜いて左手の押さえる感じも、こっちも結構力抜く感じなんですよ。で砥石の上をこんな感じで滑らすような感じです、どっちかっていうと。であとはこの角が入らないようにだけ注意して、細かく動かした方が結構綺麗になりやすいです、大きくより。ブレちゃうから。そうですね。
でこのひねりが、こっち研ぐ時とこっち研ぐ時でこんだけ角度変わるので、これを左手でちゃんと押さえつつこうやってこの角度の違いをこの角度の違いに逆らわないように研ぐのがコツですからね。右手で無理やり角度作ると絶対ブレるので、あとは音を聞いてちゃんと当たってる音かどうかっていうのも大事です。音変わりますね、たまに。そうなんですよ。なんでこの変なとこ角とか当たると高い音が鳴るので、それで判断するのがですね。面で当たってる音を覚えていただけると、なんか変な言い方、無音に近いほどベタって当たってるってことですか？そうですね。で砥石も、上の方とか下の方とか全体的にいろんなとこ使いながらやってあげると砥石も綺麗に使えます。まんべんなくね。きれい、全然ちゃう。研いでるこの泥、これはもう優しく使ってあげるとより綺麗になりやすいです。でここ表面にしたい方とかもいらっしゃると思うんですけど、そういう時はこの泥をなるべく少なく研ぐと表面になりやすいです。同じ旋盤でもどんどんここ水で洗い流して。そうです。光らしたい時とか、あとは精密に研ぎたい時ですね。この泥も研磨成分なので、泥も包丁削るんですよ。で泥があると変なとこを削れたりするので、一番精密に研ぎたい時はこの泥をない状態で研ぐのが一番綺麗に研げます。聞いたことない。なかなかそこまで知らんもんですね。何回か教えられても。そうなんですよ。全然ちゃう。マジで違う、俺が研ぐのと。すごいきれい。ただ何をやってるか分かってきた。だからチャレンジできる。理屈を知ってチャレンジするのとそうじゃないのも全然違うもんね。そうですね。やっぱ理屈を知るのが大事ですね。なんでそうなってるか分かった。あとは自分の感覚でこれに近づけるだけや。なんで最初に難しいんですけど、ひねりのことを言ったのがどうしてもそれが分からないと研ぎができないっていうのがあったんで、まずはひねりだ。これで切り刃の研ぎが終わったので、最後刃付けですね。刃付け。さっき両刃の研ぎでやった30度で研ぐやり方です。でやる前に旋盤も使うので、一回これ今研いだね砥石が曲がってます。なので面直していきます。これはなんか回すんですか？こうまっすぐやったり回したりいろんな方向で動かすとまんべんなく削れます。どうしても一方方向だけだと砥石が斜めになったりするので、いろんな方法で。音変わった。ではこれで砥石をフラットにできましたので、30度で研いでいきます。でこの時に歪んでると、砥石がこう歪んでたら30度のとこもあったり40度になったりするとこもあったり20度になったりするとこも出てくるので、まっすぐにするって感じです。研ぐ角度ですね。角度は30度から40度の間だったらちゃんと刃がつくので、90度に立てて半分の半分にしたら 22.5 度になるじゃないですか。そこからちょっと浮かせます。そうすると30度ぐらいになります。半分の半分のちょっと浮かす、それぐらいの角度で、やり方はさっきのやつと一緒で、手前に置いて先端をここから前にスライドします。でその状態でシュッと、これも10回ぐらいで、10回終わったら1回砥石ひっくり返します。これ便利やな。で仕上げ砥石にしたら、そうか、違う石の泥がついてるから。そうですね。でそうしましたら裏押しですね。裏を砥石にピタッと当てて、この状態で手前に引きます。そうです。できたら長い包丁の場合は、左手さっき表研ぐ時に砥石から外にあったら変なとこ当たるって言ったと思うんですけど、裏もそうなんでずらすじゃないですか。そしたら外れていこうとするんでちょっとこっちに戻します。で、そうですそうです。こういう感じですると綺麗に当たります。でこれを仕上げ砥石で 4,5 回ぐらいやります。でそうすると先ほど表研いだ時に出した返りが取れるので、返り取れてたら OK です。ではもう一度さっきの旋盤で表やった時みたいに、30度半分の半分のちょっと浮かした角度にして、でその状態でまた下から上に引いていきます。
これも5回ぐらいやってあげましょう。指の置く位置が難しいな。はい、で帰り確認します。出てます。出てます。 OK です。全体的に出てたらまた裏先みたいにやっていきます。5回。はい。取れたら最後表と裏1回ずつ軽くやって終わりです。はい。また30度ぐらいの角度で1回軽く、もうこれは本当に力抜いて滑らすような感じで引いていきます。そうですね。で裏も力抜いて滑らすような感じで引いていきます。これで表も裏も返り取れたと思うので、しっかりと刃がついた状態になります。はい、で刃がついたかどうかの確認は爪でやる方もいらっしゃれば、僕みたいに指でこうやって触ってやる方もいるんですけど、一番はなんか紙切るのが一番早いですね。で紙切ったら小刃付けしっかりしてたら大して落ちないっていうかほぼ落ちないです。そうなんですね。ただしっかりと30度ぐらいで研いだら、紙 1,2 回切った程度じゃ何の変わりもないので、全然大丈夫ですね。では、それバリですね。これを新聞とかで落とすと。そうですね。では研げましたので、最後バリ取りですね。はい。この刃先にこんな感じでゴミみたいなのがつくので、これを取っていきます。次バリ取りする前に仕上げで磨いていきます。表面を磨くのはこの液体の研磨剤、これをティッシュを使ってこれをこのぐらい取ってこいつで製やるときは外れてこう切ることが多いので、なるべく気をつけてやってください。包丁で指切るときって、何か野菜とかその食材切ってるときじゃないんですよね。そうですね。不意なときに「おお今!」みたいな。洗うときがやっぱ一番多いかもしれないですね。油断して。洗うときとか魚屋はハエ飛んできたとき、ハエ？でっかいハエが魚屋とかにはよう来るんですよ。こんなハエどこにおったんみたいな。めっちゃもう蜂みたいなハエ飛んでくるね。多分地下とかにおんだよな。あれ飛んできてふっってやった時とかにコンって当たって絶対行ったわ言うて見られへんような気がする。あの時見れないっすよね。もう怖いっすよね。そうあんな時磨いていくとこんな感じでめちゃめちゃ綺麗でほんまに仕上がったで。すんげえ光沢が出ますね。すんごいよマジですんご。背中の傷ですら綺麗。それがいい味出てますよね。すげえ。亮太くんのこの包丁の触り方とかがやっぱプロなんやなっていうのが分かんのが、同じような触り方したらめちゃめちゃ指切ってると思う。ようそれで歯当たらんなって思う見てて。結構ギリギリですか？あんまり分からないですね自分じゃ。すごい。俺今この作業はねこういうの俺絶対これよう切れへんなって思うね指。やろうしかも今ピンピンなんですよね。あかんこの柳とかの形状は慣れてるんでもう切ることないですけど、幅広い中華包丁とかでこれやってるとたまに切ります。この刃の位置が感覚がちゃうから。そうなんですよ。はい、ということで最後こちらのカートでバリ取りだけして終わりです。やり方はこの表面を小刃付けと裏押しと同じような角度で滑らすだけですね。これで最後の鋭さを際立たせるというか、帰りを取ったらバリになるんですけど、それを取る作業です。それが残ってるとちょっと切れ味良くないので、これもさっき言ってたように前編であったように、これがない人は新聞紙。そうですね、新聞紙。はい、コピー用紙で試し切りですね。これだ。ちょっと切ります。うわいい感じですね。出刃もやってみます。もうなんでそんな親指置いて滑らすのやめなさい。もうやめて。言ってないんですか今の。じゃあ刃先の帰りがあかんなんで撫でんの。なんで切れへんの。逃がしてるからです。
こっちにやったら切れますけど、こっちにやったら切れることないです。うお帰りバリが残ってたりするとこの触った異常はやっぱ分かるので触って確認するんですけど、ちょっと残ってるんで人の見てると怖いな取り除きますね。これが皆さんのお手元に届くんですよ。これ当選者これ見たらさ使われへんのちゃう？こんなに研いでくれてんねやって飾られんちゃう？まあでも使う人限定で応募してほしいな、やっぱり。そうですね。俺と亮太くんの魂がこもってますんで。サビ穴が残ってるんでちょっと引っかかりはありますけど、こんな感じで切ることができるので、紙の筒も切ってみます。太さはちょうど2周なんですよ。 A4 のコピー用紙を縦向きで決まってるんや。これ細くしたり太くしたりしたら難易度変わるんですよね。なのでチェックのためにやるんですけど、いつもなるべく同じ条件にしたいので。柳も一応長尺円。一回出刃でやってみますか。どうぞ。おにぎり。ありがとうございます。すいません。まあこんな感じです。すごい、ありがとうございます。蘇った。すごいね。完璧です。さすが。ということで今回は西田さんの包丁を研がせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。で、今回型番の研ぎ方もレクチャーしながらやったんですけど、いかがだったでしょうか。いやもうめちゃめちゃ分かりやすかったのと、あとこんなところ落とし穴あるんやとか、やっぱ聞かないと分からないことがいっぱいあるんで、そこがこう聞けてよかったなっていうのはすごいあって、そこをやっぱ知ってこう研ぐのと知らんままこう雰囲気でやるのとでは全然違うなと思ったんで、この動画めちゃめちゃ参考になると思うんで、みんなにめちゃめちゃ拡散します。ありがとうございます。で、今回のこの出刃、僕が、使い古したこう使いまくった魚をもう何千匹何万匹と切りまくった包丁を亮太くんに研いでもらったんで、2人の思いが思いっきり詰まったこの出刃包丁、次の僕の方の、後編といいますか、そっちの動画で釣り線ピチピチ TV っていうチャンネルのそっちの動画の方で、応募方法とか内容をお伝えしますんで、ぜひこっちの方飛んできてください。お願いします。お願いします。ということで、今回の動画が参考になったって方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。この包丁でぜひ。切れすぎて怖いんですけど、落としていくとまずすごっ。